っているものです。今日は RCEP 絶対反対ということと、憲法改正反対ということで、来てるんですけれども、岸田総理が誕生しましたね。で、保守と言われています、保守と。で、ちょっと最初は RCEP 以外のことからちょっと話していきたいと思ってるんですけど、それからね、RCEP の話に持っていきたい、RCEP だったり TPP の話に持っていきたいと思うんですけれども、保守の皆様、中国から日本を守る国防を強めなければとおっしゃってますよね。じゃあ質問なんですけれども、これは日本で言ってるの僕ぐらいじゃないかって思うんですけれども、じゃあなんで日本と一応同盟国のアメリカから最先端の技術を同盟国のふりして盗んで、アメリカの裏で、日本の裏で中国と親密な関係を結んでいる国に、なんで日本は国防だったり重要なインフラのサイバーセキュリティを任せているんですかって、保守の方々、日本を守ると言ってるのに。で、その国はどの国かって？イスラエルです。はい。イスラエルはアメリカから F35 の設計図というか技術を盗んで中国に売りました。それが理由で中国の自慢の戦闘機 JT3、よく中国の何々記念日とかで飛ばしてますよね、上空で中国が。JT3の戦闘機がなんで出来上がったかっていうと、イスラエルがアメリカの同盟国のふりして中国共産党だったり危険な共産主義の国家に最先端の技術を盗んで中国共産党に提供してるんですよ。で、そんな国にだよ、保守政権の岸田政権はそんな国に日本の重要なインフラだったり日本の重要なサイバーセキュリティを中国と親密な関係を結んでいるイスラエルに任してるんですよ。これ国防上大問題じゃないですか。みんなが知っているものでしたら、原発のマグナ BSP、あれ311の時にセキュリティフェイリアを起こしましたよね。それから日本の大企業東京ガス、それどこにサイバーセキュリティ任せられてるか知ってます？イスラエル電力公社、イスラエルの情報機関と密接な関係があるイスラエル電力公社に東京ガスですよ。東京ガスの皆さん聞いてください。これ東京ガスのサイバーセキュリティがパレスチナ人を殺しまくって、で中国のウィグルの強制キャンプなんかに支援をしているイスラエルに東京ガス、我ら日本の東京ガスのサイバーセキュリティが任されているんですよ、イスラエルの電力公社に。もっと言いましょうか、サイバーリーズン、イスラエルの諜報機関モサドと密接な関係があるサイバーリーズンというイスラエルのサイバーセキュリティ会社、それに大日本印刷という日本の大手企業のサイバーセキュリティ任せてるんですよ。企業秘密、重要なインフラ、原発みたいな重要なインフラ、東京ガス、これもガスも重要なインフラですよね。全部中国と密接な関係を打っている、一緒に一対一を協力している、アメリカを裏切っている中国と親密な国、ウイグルの強制収容所のキャンプにもテクノロジーを提供しているイスラエルに全部日本のサイバーセキュリティ管理されている。何が日本を中国の脅威から守るんですか？軍事機密から安全保障まで全部中国に続けですよ。これなんで保守の人間、桜テレビでさえ、参政党や桜テレビでさえこのこと誰も言わないんですよ。僕手紙まで書いたのに、参政党員の人にこれ問題なんじゃないですか、国守りたいんですかって。こんな中国と親密な国、中国に情報が続けになるような国に日本の重要なサイバーセキュリティを任せてるんですよって。これ誰も言わない。
田母神さんだったり、僕いろんな星の人、俺桜テレビにも僕直接手紙書きましたからね。本当にシーンですよ、シーン。何も言わない。あなた方中国から日本を守るんじゃないんですか。高市さんだったり岸田保守と言われている岸田政権、岸田総理でしたり、誰も何も言わない。これなんていうか知ってます？これタルピオットプログラムっていうんです。覚えておいてください。はい、詳しくは私の YouTube チャンネルで、はい、詳しく説明してるので、はい、そういうことなんですよ。はい、中国に全て筒抜けになってるけど、岸田政権も高市総理大臣の候補だった高市さんも誰もこのこと言いません。で、日本を守る中国の脅威に対抗するために憲法を改正しないといけない。そんなに国を守りたいんでしたら、なんで竹中平蔵がいまだに岸田政権の中枢にいるんですか。おかしい追い出せよ、売国奴。20年近くいるよ。もういつまで居座り続けさせるんだよって。だから新自由主義からの脱却とか岸田総理言ってたんですよね。新自由主義、元祖新自由主義がお前の政権の、失礼、お前って言っちゃいましたけど、お前の政権の中枢に居座ってるんだよって。それ問題じゃないのかよって。はい。で、TPP、RC、TPP、RCEP、今日は RCEP ですけれども、僕TPP に関しては調べてたんですけれども、RCEP については、そこまで詳しい知識があるとは、正直言いませんが、当たり前ですけれども、憲法改正じゃない、なんだっけ、自由貿易協定、自由貿易、諸悪の根源って書いてますよね。当たり前だけれども、自由貿易諸悪の根源、当然です、当然です。大反対です。 TPP も RCEP も大反対です。皆さん、これ政治的なものなんじゃないんです。子供やお孫さんがいる人たち、 TPP、RCEP で日本はアメリカや中国に何を迫られているかっていうと、少なくとも TPP に関しては米だったり農産物の農薬の制限を日本だけどんどんひどいアメリカ以上に農薬の制限を緩くしろって言われてるんです。で、こういう農薬まみれの植物を日本の子供たちが食べてるせいで障害児になったり発達障害になったり、発達障害が爆発的に増えてたりとかもするんです。これ政治的な問題じゃないんです。あなたの子供やあなたの孫の問題なんです。あなたの子供たちが不健康になる。そんなの黙って許せますか。許せない。許せないでしょう。なんでこれもう政治的な問題じゃないんです。ただ単に反対してるわけじゃないんです。食事、命に関わります。遺伝子組み換えの規制だって緩くしろって言われてます。来年だっけ、もう表示さえ撤廃するみたいな、こんなふざけたことがこの新自由主義だったり RCEP、 自由貿易という名の下に行われているんです。自由貿易じゃありません。我々庶民、自由はグローバル企業、GAFA だったりとか、モンサント、今バイエルに買収されたがバイエルみたいな多国籍企業にとっての自由であって、自由貿易は私たち庶民の食の安全の権利、知る権利、全部奪う不自由貿易協定です。で、それによって子供たちの未来が奪われます。で、こんだけしかね、反対してる人間がね、いないというね、平日なんですけれども、最低時給1500円はもう30人とか40人も集まってたのに、私たちの子供たちの未来に大いに関係する RCEP だったり憲法改正、10人いるかぐらい日本終わってます。終わってます。なので、もし終わってるって思ったら、これ見て終わってるって思ったら、ただ単にネットでだけで記事をシェアするんじゃなくて、
シェアしてくれるのも嬉しいんですけれども、皆さんも行動しましょう。どんどん広めましょう。この新自由貿易主義の、新自由貿易グローバリズムの危険性を、日本でも戦ってる人はいます。水道民営化だったり、反竹中平蔵で、ちょっと名前も言いたいと思いますけど、甲斐正康さんって人とか、神奈川でも戦ってる人がいます。そういう人たちと一緒に立ち上がりましょう。立ち上がりましょう、皆さん。失礼いたしました。長々と。Israel steals technology, steals secrets from the United States. Giraldi is the executive director of the Council for the National Interest Foundation, which just released a 12-page overview written by Giraldi called The Spy Who Loves Us. He says Israel conducts more espionage against America than any other U.S. ally. It should almost be seen like an act of war. Giraldi says Israel profits from selling U.S. technology. It gets really serious when Israel uses these technologies and sells them to countries that are not friendly to the United States. I would cite the example of a Chinese jet, the J-10, which was built with a lot of technology that came originally from the United States. Giraldi says Israeli spying has bankrupted some American companies. I'll get phone calls from people actually who worked for companies that went out of business because Israel had stolen their technology and done that sort of thing, and the company goes bankrupt. Students in Israel's Talpiot program and Unit 8200, as well as select students in Technion, are trained by military intelligence. After they graduate, they start cybersecurity and telecommunications companies all over the world, mostly in the United States. Having access to all your data allows a foreign country to blackmail whoever they want, commit terrorism, which Barron did on 9/11. It allows them to aid organized crime and steal technology, which they then sell to Russia and China. そうしたイスラエル企業が注目しているのが日本。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が3年後に迫る中、電力やガス、鉄道、決済システムなどの重要インフラへのセキュリティ対策が急務だ。そこでイスラエル企業が大きな役割を果たすのだと経済産業省の担当者は話す。世界最高水準のノウハウを持つイスラエル企業が日本に入ってきて貢献していくというのはお互いに有意義な協力になると思います。昨年1月に日本に進出したサイバーリーズン、サイバーセキュリティを専門とするイスラエル軍のエリート部隊の出身者が設立した開発企業だ。 AI 人工知能技術でサイバー攻撃をリアルタイムに検知。軍出身者ならではの攻撃者目線で開発されたシステムは誤検知の確率が低く不必要な混乱を避けられるとユーザー企業から高く評価されている。同社の CEO は日本のセキュリティ対策の現状について、 And Japanese companies are between 5 and 10 years behind in protecting their own companies. We at Cybereason want to help companies close this gap in a very effective way using artificial intelligence and our expertise from Israel and training the Japanese teams to help their own companies. 実はこの企業、あのソフトバンクとの合弁会社だ。ソフトバンクの担当者は合弁会社の設立を決めた理由について、日本のお客様が経験したことないような攻撃者目線を持った製品というのを日本のお客様に提供すれば、ここに非常に大きなビジネスチャンスがあるんじゃないかと。その他にもイスラエル企業が開発したセキュリティ製品やサービスを日本に紹介しようとする企業が出てきている。印刷業界大手の大日本印刷、金融機関向けの IC チップの開発などでセキュリティ技術を蓄積してきた。公的機関や企業を狙った標的型攻撃が日本でも頻発する中、セキュリティ対策の技術者は慢性的に不足。人材の育成が急務となっている。そこで大日本印刷はおととし9月から日本でイスラエルの軍需企業が開発した養成システムの販売を始めた。
それでですね、カーバインとエリック・プリンスの関係、それではカーバインと中国の関係について話していきたいと思います。先ほど述べたですね、カーバインの一番重要な創業者の一人であるリータル・レシェム氏、この女性のですね、リータル・レシェム氏を通じてこのイスラエルのテクノロジー企業は中国と関係があります。現在カーバインの株主でもあるレシェム氏は今ですね、エリック・プリンスのフロンティアリソースグループでエリック・プリンス氏と共に働いております。でこのエリック・プリンスですが、皆さんももうご存知だと思いますが、このエリック・プリンス氏はですね、イラク戦争でイラクをめちゃくちゃにした悪名高い民間傭兵会社ブラックウォーターを創業した人物です。もちろんトランプの支援者の一人でもあります。彼とですね、エリック・プリンスとその姉のベッツィ・デボー氏はトランプの選挙に寄付した億万長者であり、その結果ですね、エリック・プリンスの姉のベッツィ・デボー氏はトランプの教育庁長官になりました。でこの FRG はですね、UAE アラブ首長国連邦に本拠を置くエリック・プリンスのフロンティアサービスグループの子会社です。この何が問題かというとですね、このエリック・プリンスはですね、2013年に FSG の過半数の株式を中国に売却し、彼の上司はですね、現在習近平国家主席に非常に近い関係にある中国の巨大なシティックグループ、中国中心ですね、シティックグループの上新名、こちらですね、上新名であるということですね。はい。エリック・プリンスの上司がこの上新名だと。でこの FSG 社はですね、こちらですね、なんと中国の新疆ウイグル自治区のウイグル族や他のイスラム教徒のコミュニティ向けの再教育キャンプの構築を支援している企業の一つだということです。中国はこれらのキャンプにですね、現在100万人を交流し1300万人を監視下に置いております。今年5月にですね、ヒューマン・ライツ・ウォッチは中国当局がウイグル人を違法に監視するためにカーバインのようなプラットフォーム、監視システムを使用していることを明らかにしました。中国の IJOP システムといわれる統合共同運用プラットフォーム、中国の監視システムですね、は人々の携帯電話のアプリを含むはるかに大きなデータセットと映像の情報源を中国当局にもたらします。つまりウイグル人の人たちの個人情報がこのイスラエルと関係があるテクノロジーによって細かいところまで中国に筒抜けということ、中国当局に筒抜けということですね。これはカーバインと同様にですね、このプラットフォームは緊急事態を報告するために設計されていますが、中国当局はですね、それを大量監視のツールに作り変えました。はい。でヒューマン・ライツ・ウォッチがこのカーバインに似た中国のアプリをリバースエンジニアリングした結果、このアプリがユーザーを自動的に36種類の人間に識別することが分かりました。でその中にはですね、ウイグル人を識別する用語、6行の信者や他の用語ではメッカへの巡礼を指すハッチなどが含まれていたということです。でこのアプリはですね、ユーザーの個人的な会話、電力使用量までですね、はい、ユーザーの生活のあらゆる側面を監視し、ユーザーの動きを追跡します。例えばですね、家族が宗教的なことを言ったかなどを盗聴したりですね、彼らが正面玄関または裏口から出入りしたかなどをですね、監視しています。おそらく裏口を通過するということは疑わしいと中国当局に思われてしまうんでしょうね。つまりこのような中国のあからさまな人権侵害行為にイスラエルのサイバーセキュリティのテクノロジーが使用されているということです。他にもイスラエルのサイバーセキュリティは人権弾圧に利用されている、もしくは深く関わっていてですね、これはほんの一例に過ぎません。You ready? Report: Israel passes US military technology to China. This is December 24, 2013, military.com. Israel passes US military technology to China. Okay, remember the Chinese communists are our enemies, and Israel is supporting Chinese communists because they were all created together. You watch, all right? China is hungry for advanced Israeli technology. I mean, I feel stupid even having to explain this, but it seems I have to because there's no one else online doing this. I did a search. I couldn't find a single commentator talking about this. Not one person. There's just the usual suspect, the world, John, just the same people I talk to, and they've got like 500 views. There's not one single person with 5,000, 10,000, 20,000 views anywhere out there talking about this. Not one.
That's what fascinates me. The whole place is freaking. Even worked it out yet? Who's running the alt media? China is hungry for advanced Israeli technology. And this, I'm just going to give you 1/100th of what I've collected. 1/100th. Oh, look at this. How Israel used weapons and technology to become an ally of China. I'm not sure how this has to be spelt out for you. Chinese comes. The Chai comes. China's taken over. China's going to destroy us. Okay, Alex. Do you reckon we could encourage Alex to move to the next level? How Israel used weapons and technology to become an ally of China. If we keep at this, Jones has already taken us 2/3 of the way there. We just have to slap him in the fucking head. Boom! And move it to the next one, Israel. We can do that. You've got to attack, but do it politely. Do it very politely to Jones. Don't go out and diss him. We know you're a Zionist. Say, hey, Alex, just be really nice. I'm already trying to get on Mike Adams' real.video. Mike Adams works with Alex Jones. I've already had problems, and we're doing a little back and forth between the admin. Oh, there's something wrong? What's wrong? What won't work? Oh, okay. Now, how Israel used weapons and technology to become an ally of China. Please focus on Jones. That's where you need to go. All right, it's just laid out for you. I mean, oh God, when I watch this stuff, Israel-China relations, innovation, infrastructure, investment. Just read this article. It just lays it out for you. Explain China's growing interest in Israel. Why is China investing in Israeli innovation and infrastructure? What are the national security implications? Oh, come on. What are the national security implications of China's investments in Israel and Israel-US relations? Yeah, that's a very good question. Go and read this. What is Israel's role in the China's Belt and Road Initiative? I mean, can you find a single mainstream commentator with their massive amounts of money, their massive subscribers, that is even talking about this? Can you find one? Can you find one? Because here's the core. What's going on in the Middle East? What is the impact on Israel's from China's growing footprint in the Middle East? I mean, it's being laid out for you. Netanyahu, 2 times of Israel Chinese. I hope Beijing's superb relations with Israel will affect its UN votes. This is 2017, March. All right, I'm going to read this for you again. All right, you ready? Netanyahu, 2 times of Israel Chinese. I hope Beijing's superb relations with Israel will affect its... All right, I hope Beijing's, quote, superb relations with Israel will affect its UN votes. And if I could be bothered editing this, every time I'd say that, I'd cut back to Jones going, Chinese communists, they're going to kill us, the Chinese communists are taking over. I would just cut back. In fact, I might in the main video I'm doing. All right. I mean, I can't believe I'm having to say this. That's why I can't be, I feel like am I in a dream? Maybe I am a genius. Maybe all the little Telpiot crew, we're all geniuses and we just didn't know it. No, that's not the answer. The answer is the alt media is completely taken over, just like the mainstream media, completely taken over. How hard do you think it is to handle James Corbett or a really graceful, any one of the 1,000 people out there bleeding this same shit? They already say, I've seen really graceful Corbett and that Ryan Dawson idiot saying, what do you want me to talk about on their Patreon accounts? On their various other accounts. What do you want me to talk about next? Tell me what you want. So, of course, the people with the most money who set up that, I love you, Grace, or love you, James, you're the best, Sibel, whatever. They're going to give $500, $1,000 at a time, and just the people get a taste for the money, and they just take over. How hard do you, it would take $2 million max to run the entire alt media narrative, all the people who are anti-Zionist, anti-Israel, talking about Jewish power. It would take $1 million. That's all it would take a year. $1 million, not even that. And you've got control of them all. Easily. Easily. Because I'm telling you right now, there is zero money in this. All right, zero. All right, if it wasn't for someone just sent me $2,000. Thank you, John Wilson. An old hardcore communist. I'm going to be talking with him very soon. All right, I'm talking hardcore. Highest levels of the Communist Party. Highest levels. We're going to be talking with him very soon. Saul Alinsky. All right, they're the best people. You need to get in touch with the left, man, who have sort of, post 40, when you all grow up and go, I think I'm being used somewhere along the line. Those people, you need to talk to these people, man. I'm telling you now, you need to talk to these people. They'll tell you how it all works.
In Beijing, Netanyahu looks to marry Israel's technology with China's capacity. That's in March 2017, a year ago, 18 months ago. I'll read it for you again. Remember, the Chinese communists are the enemy? The Chinese communists are the enemy. Alex Jones, you need to get on every channel and really politely get a list of links. You can get all these links. Go to Joseph Davis' sites. I'll show it later. Get the links and start, hey, Alex, I'm really concerned. The Chinese communists are the enemies. Ring into his show. Be polite, though. Just be polite. He said, I'm willing to learn. Look, it would take an hour just to discuss the game theory behind Alex Jones. There's a very simple view that obviously is compromised and works for Israel. That's a simple view. I think it might be a little more nuanced, but whatever, we're not going to get into that. We're just going to say be polite because he has to be dragged down this path. Let's use him. Let's not derail him. Let's suck hold to him and get hold of the train because he's already fucked himself by saying the Chinese communists are the enemy. Now we just have to push him the rest of the way. Just say, step aside, Alex, and let's push fast forward on the right track with his train, which is doing 30,000 miles an hour. Let's get a hold of it. Let's not derail it. Let's get a hold of it. Everybody start going onto his YouTube channel. Everybody start going onto Mike Adams' Real.video. Everybody, and be really polite and nice. And say, I'm really concerned, Alex. You need to take the next step. Israel. In Beijing, Netanyahu looks to marry Israel's technology with the Chicoms. The Chinese communists are working with Israel and Benjamin Netanyahu, supposed friend of the United States. Let's go on. This is just a search of the Times of Israel. So all I wrote in was China, Israel technology. And what did I get? I've got about 200 articles. Chinese investors resuming Israeli tech investment. You know that China makes massive investment in Israeli lab meat technology. This is the thing too. It's everything. Nanotechnology. I mean, it blows your mind. And the Smart Cities program, of course, is the big one. Israel's leading the Smart Cities program. They're going to shove everyone in smart cities, vaccinate and sterilize. The woke and goy are going in, starting with Asia. And Malaysia is one of the heads of that. And believe me, when the majority Sunni Muslim population of Indonesia, Malaysia, Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia and the Gulf states find out that Israel's leading all these initiatives, that's the end of the Belt and Road Initiative. Let me tell you. It's going to take a lot of effort to keep it going. Chinese-Israeli fund to invest $250 million in medtech. Ex-Israeli chief scientist helping Guangzhou jumpstart its tech. That's in China. Israel-China set up first accelerator project in Beijing. Technion, that's the big Israeli Institute of Technology. Technion opens Israel's first university campus in China. China's Guangzhou to set up Tel Aviv base, eyes larger firms. Israel-China business. Do you want me to just keep going on? It goes on forever. It goes on forever and ever. The Chi-Coms, Alex Jones, the Chinese communists are killing America. The Chinese communists have taken over America. And all I can read everywhere is Benjamin Netanyahu with the Chinese. That's leverage. Get onto Alex Jones's side. We've got to push this over so it stops being Russia, China, and starts being Israel. Scaling chutzpah by the billions. Israeli ingenuity hits the ground in China. I'm telling you, this is literally a taste. I've got hundreds of these. There's too many. I was like, oh, that's enough, Jalil, that's enough, Joseph. No more. I've got too much. China, Israel work together in technology and innovation. That's 2018, just this month. Public data doesn't capture extent of Chinese-Israeli deals, says investor. Having spent the past decade living and working in Hong Kong and Beijing, investor Amil Galor is one of the early pioneers of the tightening business ties between China and Israel. I mean, I could just do this for hours. Shanghai mayor visits Israel to deepen cooperation in innovation and key industries. Innovation, of course, is code word when you're talking Israel and innovation. That means stealing off the United States. Israel-China affair blooms even as culture gap weighs on rapport. Mobileye. Now, Mobileye, of course, are now leading the world with Intel. Intel bought them for $15 billion. Mobileye will be running the entire driverless car program, and China is basically working with them. I hope you get this. It's going to be designed in Israel, manufactured in China. The movie RoboCop showed all this. Chinese-Israeli fund to invest $250 million in medtech. Excellent. It'll be an Israeli-Chinese medical technology giving me my radio frequency kill switch. Nanotechnology. I can't wait. Yefezul on China's interest in Israeli innovation. Israel aims to become world's 15th largest economy by 2025. Israel-China set up first accelerator program in Beijing. Africans, yeah, that's to do with
again, Africa, Israel's moving into Africa with China. A Chinese focus, Israeli entrepreneurs eye Chinese opportunities, seek local partners. Now, that's just the taste. I've just given you a taste. We've worked it out now. Chinese communists are the enemy, according to Alex Jones, and Israel is working directly and running China now. And I'll show you how they run.